こんにちは、ケーキです。今回はケーキが初めて盆栽作りに挑戦した様子を紹介します。盆栽はほぼほぼ素人なので、詳しい方はぜひともコメント欄でアドバイスを残していってください。まずはダウン鉢と鉢底ネットを用意して、鉢底ネットをダウン鉢の底に開いている穴の大きさに合わせてカットしていきます。次に銅製の針金を用意して適当な長さにカットします。これを鉢底ネットに通してダウン鉢の底の部分に鉢底ネットをずれないように固定しておきます。鉢の裏側で針金を広げて抜けないように引っ掛ける感じですね。次は用土を用意します。今回は用土には主に赤玉土を使います。赤玉土は水持ちがいい上に固めてあるので、通水性や通気性も保てて盆栽にはよく使われるみたいです。そのまま使うと土同士が擦れて削れた細かい溝があって通水性が悪くなってしまうので、ふるいにかけて溝を取り除いておきます。鉢の底の方には水はけと通気性を重視して粒のやや大きい中流赤玉土を使います。こういう用途の土をゴロ土なんて呼ぶみたいですね。こだわる人は何種類かのふるいを使って粒の大きさを揃えたり、一度濡らしてから乾燥させて徹底的に水を落とすみたいですが、今回はそこまではしません。鉢の上の方にはもう少し水持ちがいい少量の赤玉土を使います。
少量赤玉土には少し川砂を混ぜておきます。川砂は水はけが良くて通気性の確保に役立つみたいです。ただ、せっかくふるいにかけたのに粒の細かい川砂を混ぜちゃってよかったのかなっていうのは正直よくわかってないです。とにかく、ここまでやって用土の用意は完了です。ダウン鉢に土を入れていく前に、今回植える心拍を固定するための準備をしておきます。今回使うダウン鉢には、底の部分に針金を通すための穴が開いているので、そこに適当な長さに切った針金を通しておきます。では、鉢に用土を入れていきます。まずは、ゴロ土として中流赤玉土を入れていきます。その上に川砂を混ぜた少量赤玉土を少し入れます。赤玉土は肥料分は含まない土なので、多少の肥料が必要です。長期スパンでゆっくり肥料の効果を得るための元肥として、マグアップ系を使います。少量赤玉土の上に適当な量を巻いておきます。また、今回植える心拍はアルカリ性の土壌を好むらしいので、燻炭も多少混ぜておきます。上からもう少し赤玉土をかぶせたら、次はいよいよ木を植え込みます。
この心拍はもともと庭に植えてあったものを譲ってもらったので、根が多少横に広がっちゃっていますが、なんとか鉢の中に突っ込んでいきます。根を鉢の中に収めきったら、上から鍾乳赤玉土を乗せて根を覆っていきます。一通り赤玉土をかぶせきったら、土に隙間が残らないように、ピンセットとかを使って土を押し込めておきます。隙間が残っていると、木が根を張れなくて弱ってしまうらしいので、結構しっかりついておきました。土を十分に押し込んだら、土を入れる前に仕込んでおいた針金で心拍をしっかりと固定しておきます。余った針金はニッパーでカットしておきました。心拍を新しい鉢に植え替える作業はここまでで終わりです。仕上げに鉢の底から水が溢れ出るくらいにしっかり水をやっておきます。木に水をあげつつ、土に残った微塵を洗い流す効果もあります。鉢の底から出てくる水が透明になるまでは水をあげ続けるのが目安です。最後に水で戻した水苔を土の表面に乗せて乾燥を防ぎます。植え替え直後は木が弱っていて水分を切らすとダメージが大きいので乾燥の予防が大事です。
これで心拍の盆栽は完成です。今回は心拍を2つもらったので、盆栽も2つ作っておきました。この盆栽は秋に作ったので、当面はこのまま水やりをして維持するつもりです。暖かくなってきたら、もう少し肥料を足したり、枝ぶりの調整なんかをやっていこうと思います。ケーキみたいにアクアリウムをやっている人、特に水草を真面目に育てたことがある人なら、盆栽作りの感覚もなんとなく理解できると思います。水やり以外大した手間がなくて、水槽よりも手がかからないので、興味のある人はぜひ盆栽もやってみてください。